はい、こんにちは。札幌で陶芸やってます橋本忍です。今日はですね、ツイッターの質問箱っていうのをね、ツイッターの方に、質問箱っていうのを用意してまして、その質問箱に、匿名でね質問したい方なんかはそっちの方にしていただければと思うんですが、その質問箱の中に、質問がありましたので、ちょっとそれについて今日はやっていこうと思います。質問の内容はですね、ろくろでねこう引いていて口が余ったりして針で切りますね。その針で切る時にうまくいかないと、なんか多分ボヨボヨボヨってなったりぐちゃぐちゃぐちゃってなったりとかねするっていうことだと思うんですが、それについて、僕なりの答えを今日は紹介しようと思います。口元を切るときに皆さん使ってる針はこういうのでしょうか。こういう陶芸用のね針を使うことが多いんじゃないかと思うんですが、その作ってる作品がねすごい薄かったりすると、はっきり言ってこの針だとちょっと太すぎるんですね。僕もほとんどこれ使うことはありません。ほとんどっていうか、ろくろを引いててこの陶芸用の針使うことはまずありません。これだとねやっぱ切れ味悪いので、なので僕はもっと細い針を使って、やってます。じゃあその細い針は何かというと、こういうのなんですけど、これはピント合う？合ってあった、こういうのね。これは、今から作っていきます。これは割り箸に待ち針を刺してるだけです。もう簡単に作れるので、皆さん1本ね試しに作ってみたらいいと思います。それでね、これで調子悪いようだったらまた違うものを考えたりとかねすればいいと思います。じゃあ早速作っていきましょう。割り箸、この今紹介したのは丸い棒の割り箸ですけど、何でもいいです。これ今あったのは四角い割り箸なんで、割り箸バンと割っちゃいます。そして割った割り箸に針を刺していきます。はい、じゃあこの割り箸ですね。割り箸を適当な長さに切ります。どの長さでもいいですよ。自分のね使いやすいと思う長さに。これねニッパーで簡単に切れるので、できれば細い方と太い方あったら太い方に刺した方がいいかな。その方が針刺しやすいので。そして待ち針です。待ち針も市販の何でもいいです。でこれも、玉をニッパーで落としてしまいます。はい、ニッパーで落として針だけにしました。そしたらそれをペンチでこの先端に、割り箸の先端にもう無理やりグイグイっと差し込んでいきます。割り箸ね柔らかいので刺さりますから。でなるべくできればねなるべく深く刺した方がいいです。でもし、深く刺さらないようだったら、針をねもうちょっと短く切っちゃってもいいですね。今玉の根元から切ったので結構針自体長くありましたよね。器のね口元切るだけだったらそんなに針長い必要ないんで。はい、できました。見えるかな。こうやったら見える。こんな感じ。簡単です。これでやっていきましょう。はい、それじゃあまずね適当に
カップみたいなものを作っていきますね。でもしですよ、本当に縁切るのが苦手で、苦手だというのであれば、縁を切る練習をしましょう。どうしてもね、器を作った時にしか切らないから、それだと上達しませんよね、当然。だからもし本当に上達したいんだったら、縁を切る練習しましょう。こういうのを作って、でそれをね、上からもうどんどん切っていくんですよ。そういうちゃんと訓練をすればすぐ切れるようになります。で、これさっき作ったやつね、切る取りなんですけど、僕がよく言うのは、一気にねぐさっと刺さないで、もちろんこの針のね切れ味悪かったらもうどうしようもないんですけど、少なくともこの待ち針で作った針だったらもう全然大丈夫ですから、それを一気にぐさっと壁に対して直角に入っていくんじゃなくて、線を引くようにちょっと針を寝かせてね、こうじゃなくこう寝かせるんです。寝かせて、見えるかな、見えますかね、寝かせて針で線を引くようにね。で一周で切るんじゃなくて何周もして、でどれぐらい寝かせたらいいのかっていうのはね、だんだんやってるうちにね分かるようになると思うんで、こうやって、これやっぱまっすぐこの壁に対して直角に入っていくと、切れちゃった切れるけどやっぱ抵抗が大きいんですよ。なのでちょっと寝かせて、でゆっくりね少しずつ奥に差し込んでいく感じ、こうやってやっていけばきれいに切れると思います。でね、こう厚いところで切るのは、多く切るのは簡単なんだけど、やっぱ薄く一枚似た感じで切るのは難しいですよね。そこら辺もどこまでできるのか練習してみたらいいと思いますよ。どうでしょうか。こんな感じで、こうやって器1個ちっちゃいの作っても10回20回ぐらい切る練習できるんじゃないですか。まずね、ちゃんと何事もうまくいかないなと思ったら、それの練習をすればいいんじゃないかと思います。ちょっと斜めに線を描くように、でどんどんゆっくり深く刺していく。で最後はちゃんと自分の指にね、針がこっち側に指出てるんで、その指に針が当たったのを確認してから取る。はい、こんな感じです。はい、というわけでね、今回は、針のね切り方、針の切り方、口の切り方を、ちょっと解説してみました。まずは、割り箸とこの待ち針使ったこういう細い針、こういうのを使ってやってみたらいいと思います。そしてあとは練習してください。はい、そんな感じで、また何かね質問とかありましたら、ツイッターの方に質問箱が用意してありますんで、匿名希望の方はそちらの方に入れてください。あとは普通にこのコメント欄とかね、いろんな他の動画でもいいんですけど、他の動画のコメント欄なんかに何か質問とかご意見ご感想などありましたら入れておいていただければ幸いだと思っております。とはいえね、全ての質問にお答えするとも限りませんので、そこはあしからず。はい、じゃあ今日はここら辺で終わろうと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。